また一つ世界が消える。考えるべきはあくまで現在のこの世界を救うこと。改めて言っておきますが、歴史に干渉することは本来許されないことなのです。過去に決着をつける。行こう。あの日失ったもの、奪われたもの、その全てに代償を払ってもらう。コードベイン 2TGS2025 特別配信番組。皆さんこんばんは。今回 MC を務めます石川理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあということで始まりましたコードベイン 2TGS2025 特別配信番組。この番組は公開されたばかりのコードベイン2の新情報をお届けする特別番組となっております。さらに初公開となる実機プレイ、そして番組後半では TGS2025 やグッズに関する情報もお届けさせていただければと思います。それでは早速番組を盛り上げてくれる皆さんを紹介してまいりましょう。まずはこのお二方です。はい、皆さんこんばんは。コードメイン2プロデューサーの飯塚です。いよいよ発売日発表となりましたコードメイン2ですけれども、今日はですねゲームの紹介とともにゲームプレイの映像とかも、紹介させていただければと思いますので、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。コードベイン2ディレクターの吉村です。前作から、随分と間が空きましたが、こうやって皆さんにですね、作ってきたものをお伝えできるのを非常に嬉しく思ってます。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さらに本日もう一方スペシャルゲストの方にもお越しいただいております。はい、ストリーマーと俳優をしていますスタンミです。今日はよろしくお願いします。楽しませていただきます。よろしくお願いします。なんとスタンミさんは TGS ブースにて本作のキャラクターのコスプレを披露されるということですが、いやそうなんですよ、実は、バレンティンというキャラクターをこの後にもちょっと紹介あるんですけれども、コスプレさせていただくことになりました。ありがとうございます。おめでとうございます。めちゃめちゃかっこいいキャラクターなんで、ちょっと気合い入れて当日は仕上げていこうと思います。よろしくお願いします。めっちゃ楽しみ、ありがとうございます。そしてちょっと噂に聞いているんですけども、飯塚さんと吉村さんちょっと緊張されていると伺ってますけどなんかこういう番組なかなか出ないですよね。今回コードベイン2でやるのは初なんですよね。すごく久しぶりでちょっと緊張してますけれども頑張っていきますのでよろしくお願いします。我々普段はすごい暗い穴蔵で仕事をこういう明るいところに来るとね、いきなり買い出されてドギマギしますけど吸血鬼じゃないですか光を浴びるというはい、本日はこのメンバーでお届けしてまいります。よろしくお願いします。さて番組冒頭ゲームプレイトレーラーから始まりましたが、まずはコードベイン2について飯塚 P と吉村 D から基本情報を教えていただければと思います。まずはコードベイン2の、ご紹介させていただければと思います。本作コードベイン2はですね、2019年に発売されたコードベインのシリーズ最新作になります。崩壊した近未来の世界を舞台に滅びの運命に抗って生きる吸血鬼たちのドラマが展開されるドラマティック探索アクション RPG になります。で本作の世界観ですね、本作の世界は吸血鬼と人間が共存している未来の世界になります。未来なんですね。はい。で遥か昔に輪廻と呼ばれる変質現象と100年前に突如現れたこの渇望の月と呼ばれる存在で、
世界は滅びの一途をたどっている、なるほどそんな危険な世界になっています。本作における吸血鬼なんですけれども、こちらは太古の昔より歴史の陰に潜んできた、存在として描かれています。この輪廻による人間社会の崩壊を機にですね、歴史の表舞台に姿を現してきた、そういう存在として描かれています。そして主人公ですね、本作の主人公は、自我を失った吸血鬼や化け物から人々を守るために戦っている吸血鬼ハンターの一人になります。で世界を滅びから救うという使命を受けて100年前の過去に旅立っていくことになります。なるほど。で本作のテーマとしてはですね、この不死の存在である吸血鬼と、限られた時間の中を生きる人間、吸血鬼ハンターと人間とのこの時を超えた壮大なドラマ、そうか、こちらが本作のドラマのテーマになってますので、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。100年っていう年もあれですね、人間からすると膨大ですけど、吸血鬼からするとっていう話にもありますよね。そうですね、で本作ではですね、過去に移動するというタイムトラベル、時間の移動を入れてるので、だからこそこの短い時間しか生きられない人間と長い時間を生きる吸血鬼との過去で出会った絆、関係性が、じゃあ現在の世界ではどういうふうな形で結ばれていくのかっていうところを描かれるドラマが本作の見どころの一つになっています。なるほどですね。そして本作の、特徴ですけれども、現在の世界と過去の世界ですね、この2つの世界を、行き来して探索しながら物語が進行していきます。過去の世界で出会うキャラクターたちの身に起きた出来事、その出来事に介入していくことによって現在の世界にも影響があって、そうですよね。で時にはこのシナリオの展開も変わっていくような大きな影響もある、このマルチシナリオの展開が本作の特徴になっています。その主人公が分岐するわけじゃないですか、世界が。なんかその選択っていうのはプレイヤー自身が取れたりするんですか？そうですね、プレイヤーの行動っていうのが非常にこのゲームは重要になっていて、で基本的にこの世界において歴史を乱れに変えることは推奨されています。むしろ禁じられているに近い状態。そこまで。なのであくまで世界を救うために必要なことを過去でやってくる、なんですけど、この過去世界ではいろいろな出会いとか、いろいろなドラマと、対面することになるので、主人公であるプレイヤーがそこにどう介入するか。いや本当ですよね。禁じられてるからなんかしちゃいけないとはやっぱ別だと思うんで、禁じられててもしないといけない時ってあるじゃないですか。そうですね、もうここはこういう行動を取りたいってなった時に、プレイヤーはそれを選択することができる。いやそうっすよね。おもろ、そのシステムめっちゃおもろいな。ただしやっぱり歴史を変えるということは、その現代が大きく変わってしまう可能性もあるので、つながりますよね。その結果を今度はまたプレイヤー自身が受け止めると、そういうある種責任のようなものも伴うというところが大きなドラマの構造というかストーリーの構造として存在しますね。そしてこの世界を探索していく中で待ち受けているのは、もちろんこの一瞬の油断で命を落としてしまうような強敵やダンジョンが待ち受けていますので、皆さんこれはぜひチャレンジして攻略していきましょう。そしてですね、おなじみの、吸血アクション、これはもう前作からおなじみの吸血アクションですけれども、本作ではですねジェイルという新たな装備で登場します。ただ前作で登場したオーガとかハウンズとか、おなじみの装備のほか、新たな吸血アクションも登場しますので、ぜひ楽しみに、情報を待っていてもらえればと思います。このジェイルって牢獄っていう意味なんですよ。もともと吸血鬼と吸血鬼ハンターっていうのは敵対してて、歴史上は。でその世界の崩壊に際して、手を組んでるってところがあるんですけど、吸血鬼ハンターがその吸血鬼の力を使うためにその背中に吸血鬼の心臓を格納して戦う。なので装置のことを吸血鬼から見たら牢獄のような場所だっていうので、ジェイルっていう名前になっていたりします。なるほどですね。これすごい意味があるんですね。そして先ほど紹介したジェイルに加えて、基本のアクションとなる武器やさまざまな効果を発動する術式の組み合わせでさまざまなプレイスタイルを構築可能ですので、状況に応じてですね、皆さんの思い思いの攻略方法で難関に挑んでもらえればと思います。そしてもちろんシリーズの特徴でもあるバディとの共闘ですね、これはもちろん本作でもございます。前作と同様にこのバディキャラクターと2人で戦う状態の他にもですね、本作ではですねバディの先ほど紹介したジェイルとして背中に格納してそのバディの力を自分自身に宿して戦う憑依というスタイルも本作から追加しています。
この2つのスタイルを使い分けてバディと戦うこの共闘をぜひ楽しんでいただければと思ってます。なるほど。そしてもちろん最後にですねキャラクターカスタマイズ、こちらももちろん入っておりますので、皆さん思い思いにこのアニメスタイルの魅力的なキャラクターを作ってプレイしていただければと思います。めっちゃ細かくできそうですね。はい、本作からですね新たに追加したはいカスタマイズの項目とかもありますので、へ前作やった方もより細かく作っていただけるんじゃないかなと思います。ー、なるほどですね。こういうゲームででも珍しいですよね。なんかその使ってるキャラクターに愛着が湧くような、ここまで細かいキャラメイクできるってなかなかないなと思って。細かいだけではなくてやっぱ非常にあれなんですよね、どんな方でも非常にある意味個性的なキャラクター、はい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 、かっこいいキャラクター、可愛いキャラクターをこうさっと作れるっていうところを非常にこだわってまして、で項目を選択していくだけでも非常にお気に入りのキャラクターができるように、でこだわった方はもうとことんまでこだわれるはい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 、詳細な設定も用意しているというところが大きな特徴になります。じゃあ大外れにはなかなかなんないって話ですか。そうですね、それは嬉しいな。俺大外れ作っちゃう人なんでそのシステム嬉しいな。でも探してほしいですね。なんかこうスタンミさんに一番スタンミさんと遠いビジュアルのキャラみたいないろんな方向性のキャラクターが作れるんですか。そうですね。ただ多分どんな作り方しても割とかっこよく収まると思います。嬉しい、それは嬉しい。方向性は違う中で全部かっこよくなれる。かっこよくなると思います。嬉しい。それではここからはですね、コードメイン2に登場するメインキャラクターたちも紹介していければと思います。じゃあこちらはじゃあ吉野 D お願いいたします。はい、じゃあまず今出てます、ルー・マグメルというキャラクターからご紹介します。キャラクターボイスをですね、岩見真中さんにお願いさせていただいております。いわゆる主人公と常に共にある存在として、この作品冒頭で主人公が命を落とすんですね。いきなりですけどその命を落とした主人公に自らの心臓の半分を分け与えてで蘇生させている、なので主人公の体の中には自分の心臓とこのルーというキャラクターの半分の心臓が存在している、本当にもうなんていうかね、一心同体っていう状態の、キャラクターになります。ここに本当半身とありますけれども、常に一緒にいながら先ほど言ったドラマを共に味わいながら一緒に成長していくような、そんなキャラクターになっています。来ました、もう圧倒的なかっこよさ。かっこよすぎんな、ちょっと俺いけるかなこれ、マジ頑張んでったらはい、バレンティン・ボーダというキャラクターです。はい、キャラクターボイスは中村雄一さんにご担当いただいております。この世界の成り立ちに非常に強く関わったその始祖と呼ばれる、すごい強大な吸血鬼が存在するんですね。その、吸血鬼の、一族の、血を引きし者というところで、この100年前の過去世界、吸血鬼世界において、大きな勢力を保っている、そういった一族の、長として登場するキャラクターになります。なるほどですね。で非常にこの吸血鬼っていうものの力についての疑問であったりとか、そういった研究っていうのを深くしている存在になっていて、さまざまなその吸血鬼社会にある問題に対して向き合っていたりと、非常に広範囲にこの作品の中で影響を及ぼしているキャラクターになります。このキャラクターは操作はできるんですか。はい、操作共に戦うバディとしてバディとして連れていけるんだ、一緒に行動可能ですので、はい、嬉しい。これと一緒に戦えるんだ、しかも格納できるわけですよね。そうですね。うわすげえ。そういったある意味100年前の大物とどうやってそういう関係になるのかっていうのも、プレイヤーの一つの楽しみというか、確かに、はい、絆を作っていただくのも一つの魅力かなと思います。次のキャラクターのは G マグメルと。ちょっと待ってください、声優陣やばないですか。そうですね。やば気づきましたね。気づかれましたか。はい、津田健次郎さんにですね声を当てていただいております。非常にバレンティンとはまた違うタイプのかっこいいキャラクターというところで、このバレンティンと共に常に行動している
そのパートナーのような存在になりへます。でバレンティンの身を自ら護衛するような、はい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 そういう側面もありつつとでもいうところで、最強の一族を護衛するんだからそれは最強ですよね。そうですね。うん。このバレンティンとの関係性っていうのもこの登場する吸血社会の中で、2人が思いを一つにして行動している理由とか、はいはいそういったところも展開されていく予定になってますので、はい、楽しみいただければと思います。一個質問いいですか。はい。キャラクターごとに全部金が散りばめられてるんですけど、あ、いいとこにお気づきですね。金っていうのはどういうなんか何の意味があるのかなというか、あ全員にあるんで。はい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 。ありがとうございます。この金色の背景にもねいろいろ使われてますけれども、今回吸血鬼という存在が特殊な力を持っているんですが、この特殊な力の源が彼らの中に流れているその金色の血なんですね。吸血鬼の血は金色に輝くものでして、でこれをいろいろな形で武器に変えたり魔法のような行動を取ったりということに使われています。でこの吸血鬼っていうのはいろんなパターンで吸血鬼になるパターンがあるんですけれども、誕生する時にいわゆる肉体の一部がなんて言うんでしょうかね、大きな力のせいで避けてしまったり、失われてしまったりすることがあるんです。で彼らはそれを失われた部分を自らの金色の血で継いでいるというか補っている。なのでいわゆる焼き物の金継ぎなんていうそのものありますけれども、金で継がれた部位というのが、各キャラクターに存在しているという形になります。確かに一番最初のキャラクターは何でしたっけ？心臓、半身のキャラクター。そうですね。ルーは胸の、ルーのこの、そうですよね。金色でしたよね。はい、胸の周りもそうですし、彼女足元もそういう意味では金継ぎで構築された、足を持っていたりします。面白い。そういうなんか気になった要素はところどころありますけど、それにはちゃんとストーリーがあって、ちゃんとこだわりがあって聞きがいがあります。ありがとうございます。はい、バレンティンに関しては顔は非常にそうでしたね。お美しい感じなんですけれども、手がですね金で継がれた状態になっていて、いわゆるちょっと骨の露出したような吸血鬼らしいといいますか、そういった、デザインになってます。あそこは須見さんコスプレされるとのいやことそうですけど、どうなるんですかね。手の形でね。ちょっとソブ系ですかね。はい。もう解いちゃうんですかね。忠実にもう行っちゃってネクストお願いします。楽しいですね。こちらジョゼ・アンジュというキャラクターですが、彼女は左目ですね。左目が金継ぎの状態になっているというキャラクターになります。で、キャラクターボイスは沢城みゆきさんに。沢城さんだよ。とてつもなく魅力的な、キャラクターでございます。で、彼女はですね、この過去世界に登場するいわゆる英雄と呼ばれる存在の一人になります。で、この英雄って何かという話なんですけれど、この世界一度100年前の過去世界から現代に行く間にちょっと大きな滅びの危機を乗り越えてるんですね。でその滅びの危機を乗り越えるために、身を犠牲にして、ある意味世界を救って現代につないだ、吸血鬼たち、彼らを英雄と呼ばれています。で、彼女はその英雄の一人として100年前にまだ生きた状態で主人公と出会った。英雄って何人いるんですか？それはちょっと言えないですね。こっからなんだよ。革新的な質問。主人公はやっぱこの現代の世界を救うためにもうこの世界にはいなくなった英雄たちの力を借りるために過去の世界に行くという、ストーリーになってるんですが、そういう意味で過去世界で彼女は英雄としてまだ英雄になる前ですけど、強力な吸血鬼として登場する形になります。そうか、過去にとって英雄になる前なのか。そうですね、まだ英雄になる前です。うわ、おもろそれ。はい、でも未来にいる主人公からするともう英雄になる素質を持っている英雄だってことを知って、そうですね、歴史上もう彼女は英雄になることを知っている。過去に立った時、あ、英雄のってなりました。本人は英雄ってなると思うんですけど。そう水没都市というですね、海に沈んだ町が登場するんですが、
この町を、いわゆるそこに生きる人々を守っている、そこで女王と名乗ってるんですけれども、その町の女王として、過去世界で出会うことになります。この出会いも主人公との出会いも非常にドラマチックというかぐっとこう距離が縮まる瞬間とか、そういったところも含めて楽しんでいただけると思います。はい、ライル・マクリーシュという、キャラクターをご紹介します。キャラクターボイスは、田丸淳さんに当てていただいております。はい、彼も英雄の一人として非常に卓越した、戦闘能力を持つ、剣士として、登場いたします。はい、続いてご紹介するキャラクターが、ホリー・アストリアスというキャラクターになります。キャラクターボイスは小清水亜美さんに当ていただいております。はい、そして彼女もですねどんどん出てきますけれども、英雄の一人と形になります。吸血鬼の力っていうのはいろいろな種類があって、血族と呼ばれる、いくつかの分類があったりするんですけれども、彼女はその特殊な血族の、一人でして、なんと癒しの力を持っている。もともと吸血鬼は不死の存在なんですね。でもその不死の存在の吸血鬼を癒すことができるという非常に得意な力を持っていて、ただそれは代償の伴う力で、呪いのような、そんなものも、宿命として背負っている、キャラクターとして登場します。ビジュアルが全員いいですね。お気に入りのキャラクターが絶対に見つかる。なんかこのゲームシステム的にはやっぱりお気に入りのキャラクターをバディに選べるわけじゃないですか。もうずーっと連れていけるわけなんですか。そうですね、彼らとの出会いであったりとか、関係を深める部分っていうのはこのゲームにおいて非常に重要な要素で、そこの体験っていうのをまずプレイヤーの皆さんには楽しんでいただける、2人きりの旅っていうのは楽しんでいただけるようになっていますし、あと加えて言うとやっぱお気に入りになったキャラクターといろんなとこ行きたいっていう気持ちありますよね。そうですね。そういったとこもしっかり期待にお応えできるような、そういった構造をご用意しております。本当に序盤に言った通り、もう10人という全員絶対プレイスタイル違ってきますよね、このゲーム。そうですね。それでは早速スタンビさんにはコードベイン2をプレイしていただこうと思います。まずはキャラクターカスタマイズからいきますが、やらせていただきます。はい、どうしますか？カスタマイズ、方向性とかいろいろありますけど。いやー、これちょっと多分すごいっすよね、キャラクター。そうですね、いろいろ選ぶんですけど、せっかくですのでスタミさんの女性理想の女性キャラクター作ってみてはいかがですかね。なるほどですね。俺は未発表ですよ、世の中に。理想の女性っていうのは。いいですか？ここで発表。ここで発表でいいんじゃないですか。わかりました。じゃあそれをちょっと今回披露しましょう。はい、お願いします。任せてください。行かせていただきます。私の声が聞こえますか？来ました。大丈でここでは今日は夫。ゆっくり女で性キャラクターを構いません。カスタマイズします。はい。自分の姿を思い出せますか？うわ、項目数すごっ。いや、俺どういう感じでいこうかな。でも俺今日思ったんが、石川さんあそこからちょっと「おはようございます」みたいな入ってきた時に、この髪色でいこうと思ったんですよ。いい髪色ですよね、これね。もう石川さん髪色でいこうと思ったんで、髪色はこっちのテンションにするともう決めてるんで。あるかな、このカスタマイズに。もうこれはプリセットみたいなもんですか？そうですね。これはプリセットから選んでいただけると、そこから組み上げやすくなってるってことなんで、必ずここから選ぶってわけではないです。苦手な人でもじゃあここでそうですね。ベース決めて。てそこからカスタマイズどんどんしていっていただけ典型かクール型、なんか元気ありそうですよね、この女の子。そうですね。方向性すごくないですか？こんなに衣装数もすごいし、ちょっとちょけてるのもあるんですね。ちょっとふざけたいお方にこちらをプレゼント。ヴィラン系統もいけるというか。そうですね。もう自由に。ほう、珍しくないですか？こっちの系統いけるの。うわ、どうしよう。ちょっと最初のこのテンプレ型から、テンプレの1からちょっと作っていきたいなと思います。はい。これではい。はいですね。はい。
これで変えていくと。おお上から体格、身長もちゃんと変えられて、頭の大きさ、もうここら辺よくありますよね。そうですね。どう体のバランス。ベース体型、これなんですか？ベースの体型はこあの上半身下半身のバランスですね。駅だなこれは。ちょっと待ってください。これカメラをどうやって引くんだ？カメラ目線、表情確認とか、驚いてる顔があったり、これは多分あれですね。ストーリー進行していくときにこういう表情をするんで、なんかこうなってるわけじゃないですか。で、こうデフォルトはこれで肩を華奢にできたり。うわすごっ。体型の方向性を変えられるんだ。ただこれも先ほどちょっとお話ししましたけど、あくまでもこの人間というかキャラクターの範囲でのなんかのデーンってなるのありますよね。なってるんで、その範囲で選んでいただければ。ベース体型の追加編集。さらにこれで結構大まかにはできるけど、例えば全身を細くしたいっていうのをやったとしても、いやこのポイントだけはちょっと変えたいな、腰だけは若干っていう時はここだけはどう太くできたり、ベース体型全体の太さ。なるほどですね。面白い。これ肌ですね。肌の色。すごい。肌色ありすぎじゃない？そうなんだ。いやどうしようかな。ちょっと悩ましいな。ちょっと色白な女の子にしちゃっていいですか？色白な女の子の方がやっぱ後でチークとかやるときに目立つんで。出ましたよ。絶対たくさんあるでしょ。そうだよね。そうだよね。これ悩ましいよ。どうすんだよ。ちょっと回して。これちょっと頭の方にズームしていきましょうか。こういうヘアスタイルもあるんですね。どうしようかな。上の方はショート系、ちょっとたくさん見ていきましょう。せっかくなんで。ちょっと待って。すごい。なんだこれ。左右反転作る必要ありましたこれ？いやもちろんやっぱりどっちの方に寄せた方がいいのか好みがあると思うんで。やっぱ人によって。これだよ。つむじのこだわりすぎだなこれ。可愛いな。これめっちゃ可愛いな。やっぱこの頬のところのくるんがあるおかげでさらに小顔に見えますね。じゃあ方向性を決めましょうか。まずやっぱこういう時って僕の癖だけバンバン出してもあれなんで、ちょっと綺麗なお姉さん作ります。綺麗系。そうですね。まずはじゃあそこから。はい。いやこれはちょっと行き過ぎか。怖いもんなもはや。分かった。髪色からいきましょう。まずそこからの方がイメージしやすいわ。この色あります？あるんじゃん。本当なんじゃん。ほらほらほら。本当だ。もうあるよ。そんな作れるの？ここじゃない？すごい。で若干ね、毛先の方はこの色だけどうとかあるじゃん。ありますね。っていう時は多分これでこっちの方を黒とかに設定しといて、このメッシュの方向性とかを決めたら細かい。マジで細かい。でもこっちでもいけるぞ。こういうのがあるでしょ。ということはだよ。いいんじゃない？でもカールとかがあるんだ。すごい。カール？本当だ。ちょっと変わってる。毛先見て。
細かすぎ。ちょっと細かすぎるこれは。やりすぎてない？これで開発1年とか遅れてないですか？大丈夫？すごいね。ちょっとカールも入れさせてもらって。ツヤとかもあるんだ。ツヤが変わってる？あ、光沢感が若干ね。あ、変わってる変わってる。めっちゃ変わってるわ。光沢感あった方がやっぱ綺麗だね。よし、髪色これにして。お、なるほど変わるね。な。お姉さんには連れて綺麗系お姉さん。ああ、この髪型俺好き。ちょっとこれ第一候補でいろんなのちょっと見ていいですか？あー、なんかこれで編集してたからこれしっくりきちゃってるな。でも俺これかな。おお。でもそれはいいと思います。これ可愛いですよいいね。これで髪の毛はこれでいかしていただきます。顔はいじり出したらやばいぞ。細かい。目の角度なんですよ。やっぱこういう綺麗系のお姉さん作る時っていうのはちょっとやっぱつり目にしたい。これがどっち？あ、つってるね。これがタレ目だもんね。だからこれがベースなんで1、2、3ぐらいつって、目の大きさ横、横も大きくていいな。でちょっと鋭くしたいからおお。結構これねイメージが。今何でしたっけ？あれ流行ってますよね。耳、エルフみたいなさあ、。耳が前向いてる。そう、前向いてるやつ。立ち耳みたいなね。耳を。これまさにその角度ですね。はい。すごい。角度若干変えて、耳の尖り。どこだ？あー、なってるわ。すこれ尖らしちゃおう。この耳が尖ってたりすると小顔効果があるって言ってみんな女の子憧れてるんですよ。これにしちゃいます。歯のタイプだからこれ表情管理で表情を見て、歯が一番見えるな。これかな。うわスキッパできる。いきますね。スキッパできるとちょっと間抜けっぽくなっちゃうから。あー、なるほどね。ガジガジするとちょっとやんちゃな感じが出るんだ。これ矯正？ですね。ちょっと待って多種多様な好みに。好みがね、何でもいけるやん。ちょっと牙あった方が可愛いな。口の開け方。口の開け方って何？目の開け方だ。左右両それぞれで設定ができます。なるほどね。こっちの方が見やすいわ。あとね、こっち。いやー、ちょっとこれはきつすぎるかな。きついお姉さんになりすぎるな。これでいこう。目と口のバランス。目と口のバランス。あ、感覚がね。広げすぎるとちょっと違うから。で、多分こっちの目と口のバランスが近すぎると可愛いイメージになりすぎるんですよ。だからいい塩梅を狙いたい。あー、強そうな表情になってますね。自信ありげな表情になってますね。こっちだな。うわー、前に来たー
ちょっと待って、髪色に合わせるオンにしてみます。おそっちに合わされるんだ。ベースカラーに今合ってますね。はい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 。色でオフにして、これは眉毛の色をさっきの、なるほどな。さあ眉毛、はい。おっ、切ってすぎが。眉毛の形もたくさんある。ちゃんと整えられてるのとか、無造作なやつとかもちょっと待って、眉毛ありすぎじゃね？髪型よりあるやん。なんでこんなあるんだよ。ここら辺とかなんだよ。なしもあるんだ。ここが一番で、ここで多分角度を変えられるから。なるほどね。で、どっちが上？どっちが上ね。で、マイナス8だったから、でなるだけ目に近づけて、眉と眉の間隔、これも広すぎるとちょっと丸切り見えるから、こっちがいや、太い方がいいな。細すぎてもだな。やばい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 16時間大丈夫か。主人公って吸血鬼ハンター吸血鬼ハンターです。だからもう熟練のですもんね。そうですね。それってやっぱ目に出るからさ、人の歴史っていうのは光が灯りすぎても灯りすぎてもダメなんだよ。だからここら辺はちょっと行き過ぎてる、目が。まだ新人。そう、まだちょっと新人、ちょっとね光が灯ってないのがいいんだよね、俺は。ここら辺の方が俺いいな。ちょっと冷徹な感じの、これめっちゃいいやん。これにしよう。これ悩ましいよ。これ瞳の色悩ましいよ。これ何？それは左右をオッドアイにしたオッドアイをオンにするとそれぞれそれぞれ選べます。オッドアイ。おお。やりすぎか？やりすぎか？スタミやりすぎか？やりすぎか？ちょっとやりすぎかな。やりすぎだな。でも目が赤いとちょっときつすぎるんですよ。いい色だな。ちょっと笑ってみて。おお。いいけどね。これ表情見れるのめっちゃいいっすね。黒もいいですね。黒いいっすね。黒めっちゃいいな。いいんじゃないですか。これをちょっと気に入りました。閉まる。眼球ってどういうこと？あ、ハイライトはピカピカ加減でしょ。ここら辺のキルキルしてるね。死んできた。目が死んできた。熟練の戦士になってきたぜ。
これどうですか？確かにこれつけま感ありますね。つけま感ある。つけま感ある。じゃあこれいきましょう。押していただいたらでこれズームにして、でマニキュアの色。いやこれでマニキュアをこっちに寄せすぎるとちょっときつすぎるし、してないでほしい俺は。俺はちょっとしてないでほしい。強女だなこれマジで。だいぶ強くなりましたね。強いですね。ファッション雑誌にいそうな。そう傷だ。傷はやっぱりそしてさっき言った金継ぎのそうちゃんと金になってるんだ。はい、こちらが自分のキャラクターにもつけられるうわーこれはやっぱりちょっと象徴するものなんで入れてあげたいな俺。と。主人公は吸血鬼ではないんですけど、その吸血鬼のルーと一体になってるので、はい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 。こういった金継ぎがあっても大丈夫です。そうかそうかそうか。確かに心臓をねはい。分けてもらってるから。この金継ぎを見せたいっていう理由で、いやちょっと待って、キャラのこと考えろ。見てほしいのかこれは。違うだろ、女性だぞ。見てほしくない。だからこの髪の毛を垂らしてる。すごい俳優の分析なんです素晴らしい。だからこれを垂らしてるんだ。ということはそここっちやん。キャラクターができてきますね。がすごい背景も読み取って。金継ぎそうだね。金継ぎではなくない。こっちこれ変えられない？金継ぎの方向は。変えられますよね。変えれますか？あ、変えられる。金継ぎの編集する。はい。1来た。そんな位置こんな細かく変えられるの？どこでもいけない。どこでもいけない。ほら。見えなくていい。見えなくていい。隠してるから。なるほど。いいですね。ちょっと角度もあ、本当だ。角度も変えられるんで。ほら。何でもできる。あ、いい感じに隠れてるんじゃないですか。こういうのってね、ゲーム中見えるかどうか怪しいけど、ちょっと見たときに、あ、設定してよかったってなるから。なるほど。そう。さらに愛着が湧く。こっちの傷がちょっと被ってるのも気に食わないんで、あと戻して。唇濃くしましたからね。そうなんですよね。あ、これはどういうアクセサリー？そうですね。まあ選択してみてもらえたら、いろいろパーツですね。こんなにあんのかよ。すげえなマジで。しかもこれ頭だけですよ。本当だ。本当だ。やば。こっちの顔なのにこっちとかね。ちょっと平気すぎる。ちょっと変態すぎる。なんかあってほしいな。こう強くなった理由があってほしい。誰かにもらったネックレスなんじゃないかな。自分で買うようなきらびやかなものではなく、このキャラクターは過去に何かがあって傷がついて強くあろうとしてる。強くないけどそのトラウマがあってね。これだな。うわー。なんかこういうのがあってほしいな。これ、ちょっと質素なのがいい。来た。これちょっと待って、雰囲気一気に変わっちゃうんじゃない？確かに今赤でまとまってますもんね。そう。確かに。金色が差し色になってまとまって。うわーこんなにも変わる。何してるこのゲームは。このゲームはやばすぎるだろ。今までここに衣装もうちょっと上に来て、上にこんな俺の苦労が全部水の方でなくなってる。ただこれ選択した後にパーツでちょっと外せたりもするので、そうなんだ。一回試しにじゃあやってます。ちょっとやってみよう。例えばこれでブーツ、マスクマスクそうですね。外す。本当だ。じゃあ衣装気に入ってるけどマスクいらないなってなったら
いけるんだ。あとは違う衣装のマスクと組み合わせたりとかもね。あ、確かにそうだ。これはバンダイナムコこれは説明できますか？これは湯あみぎですよ。湯あみ湯あみぎです。そういう説明じゃないですよ。そっちじゃなくてみんな分かってるからっていうのは。でもやっぱこれ可愛いね。これしっくりきますね。めっちゃしっくりくるね。戦う感じで。これにあグローブをそうですね、外したり片腕だけ外したりとか、片っぽいできたりできるんだ。マジですごいな。マジですごいな。オッケー。統一感出来上がってきてる統一感出ましたね。統一感かなり統一感あるキャラクターが出来上がりましでた1個だけちょっといいですか、はいそこのシルエットアクセサリーってあると思うんですけど、はいこれ今作から追加されたあ項そうなんです目ねの一つで、へえ。これなんだ。フードやマントみたいなやつをまずさらに上からかぶせることができる。着てるわ。可愛い。これめっちゃ可愛い。可愛い。ただこの衣装だともうマントを着てるんで、もしかしたらまそうですよねあ重ねるといらないかもしれないですね。でもこういうのもあるんですね、はいマント系が多いのは何でとかあるんですか？この環境というかこの世界観って寒い暑いとかあるんですか？特にはその気候的なものはないんですけれど、まあお客さんがやっぱりその自分の個性をこう大きく表現したい、ゲーム中でも大きく表現したいところで、項目として用意したのがこちらですね。シルなるほどですねエットとしてのアクセサリー。でも俺これ完成かも。あ、いいですね。すごい。かなりちょっとこだわりがこだわりの一体が出来上がってしまった。なんかバレンティンと並んでてもお結構その2人で揃えてる感じがある。で俺もバレンティンと一緒に旅がしたい。このキャラクターでいいですね違和感ない、2人が並んでてちょっとおさらいしてみますか？顔はこんな感じでございます。かわいい。そして表情をちょっと見ていきましょう。はい。ニコッとする。ああ、笑うの苦手そうだね。そうだよな。普段笑わないもんな。そうなんだよ。笑うの慣れてないからさ。そうこっちのね普段からもうずっと先導体制だから。ああ、いいですね。カメラ目線とかも変える。あ、カメラ目線外せるんだ。うんそしていいですね。全体のポーズを見ましょう。はい。 Y ボタンでポーズが変えられるんで、はいはい。めっちゃいいなおい。めちゃめちゃいいな。かっちょいい。そしてもう一つ環境っていうボタンが環あるんで、ありますね。それをちょっと押してみてください。はい。これがこう。何？何？おお。実変わ際のるんだそうフィールドの中での見た目はい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 確かめることができるんですよ。やっぱキャラクターカスタマイズの画面だとこういう印象だけど、実際にゲーム始めたら違うってこと違うってことありますよ確ね。かにそれがないように確認見てください、しながら。この角度。わあいいですね。この角度見てください。かっこいい。こうでございます。いろんなのを変えてみますか。天候も晴れ、曇り、あ、これですね。雨、雷雨とかもある。時間も変えられるの。ああ、すごい。時間もやっぱりね、光の加減で見え方変わるんで、そうですねまあいいところで確認してもらえれば。でもさ、時間に分いります。そう、確かに。確かに。 24分割でも多いのに分いります。長くなってきます。ここら辺からもう早朝ですね。いいですね。おお。 0時30
32分。変わんないって4。いやでもこのそうしてもピューってバーで移動するとちょっとずつこう時間が変化していくところで細かすぎる。納得の5年やん。すげえな。これ会議で誰が言い出したんでいやすか？本当だよ、ここまでやろうって。分つけますか？はいっていうところでじゃあフィールド上の確認も OK。 どうですか。僕は新要素は全部踏めましたかこれ。新要素はあれかなんかこれあとじゃあ触れてほしいって。最後に1個じゃあ、はい。今更言うとあれかもしれないですけどちょっとじゃあ髪のとこ戻ってお髪のとこ髪型で切ってもらって髪の高度の編集、コードの編その上ですねメッシュの、あその上の集。髪のこっちですね。はい、あ、確かに見てない。でこれで、見てもらうと分かるんですけど髪のボリュームかそれはこれでも後ろのポニーテールがちょっと大きくなあ、ってる。なってるなってるだっなってるなたってる。りとか前髪サイドとかのもちょっとやってみてください。微調整って書いてあるし。あーでも結構伸びるね。おお。う今印象変わりますよね。全前髪は然違いますね。でもここら辺のちょい伸ばしぐらいかな。こんなもんかな。こんなもんかな。トップ。トップあ、立ち上げがね。これあった方が強く見えるんじゃない？結構。15ぐらいにしてみますか。いやー。すごい。うん。いいと思います。完成。完成めちゃめちゃやっちゃったなこれ。大丈夫ですかねもうプレイ時間がめちゃめちゃやったな。これで決定大丈夫ですかね。はい。決定します。はい。はいあ名前ですね。名前ですね。いや、ここまで来てここから名前なんですね。ここ名前なんだ。これなかなかなりますよね。これ自分なのかこのキャラクターの名前なの俺はか。自分ではないんですよこれやっぱりさっきの設定とかを考えた時に、ちょっと名前見せてもらっていいですか。どういう世界観の名前なのこの世界って。ノアちゃんとかだよ。ノア、バレンティン、ジョゼ、ライル、ホリー、あとルーとかですね。あーそっちなんだ。カノンで。カノンおお。キャラクターエントリー終了。終了よかった。お来たよっしゃー。ようやく巡り合いました。よかったっす。ようやく本当にようやくだよ。目を覚まして。意識が戻ったんですね。やはり記憶の欠落があるようですね。驚かせてしまってごめんなさい。私はルーマグメル、吸血鬼です。気を落ち着けて聞いてください。あなたは一度死亡しています。ここで蘇生の儀式を行い、私の心臓の半分をあなたに捧げました。今の私たちは心臓を共有した存在。二人で一つの命です。痛みや違和感はありませんか？よかった。あなたに会っていただきたい方がいます。立てますか？
私を信じてください。これ俺操作できるの？ちょっと待って、すごいことだよ。やってください。私が案内します。こちらへどうぞ。ごめん、待って、ルー待ってくれ。俺のキャラクター見てくれ。良すぎる。良すぎる。ごめん、ルーごめん、めちゃめちゃ待ってる、ルーが。ルー今行くよ。これはまた一つ世界が消える。あ、来てるよ。住民の避難は済んでいます。あなたの尽力のおかげです。感謝されてたもんな。私の名はラビニア・ボータ。偉大なるラビニア吸ボータ血鬼イドリスの使命を受け継ぐものです。あなたには人の世を救っていただきます。じゃあちょっと実際にはい。キャラクター作ったんで、ちょっと探索パートしてみますか。いや、いいんですか？はい、じゃあせっかくですのでここでね、物語の冒頭で訪れることになる、このマグメル島っていう中で、少し探索しながらアクションも、やっていければと思っております。はい。はい。マグメル島って、じゃあその隣にいるノア君のあ名字ですよね。その通りです。おお、なるほど。これストーリー気になるな。じゃあせっかくなのでそこからちょっと上に方向というか方角ありますね示せるところがあるんですけど、南にあるじゃあ遺跡のところに遺跡でいうと、あれか行なってみましょうか。その遺跡の中をちょっと探索してですね、はい武器とか装備が落ちてるのでわかりました。ちょっと探してみてください。はいで戦闘っていうのはなんとなくちょっと収録が始まる前に習っているので、はい、バンバンやっていこうかなとぜひ思います。やっておいてください。持ってる武器は片手系みたいなものですね。そうですね。じゃあやります。いい調子だ。ゲームで避けて、いやーこれバディシステムおもろすぎー。ため技までいきます。で、せえなかった。そうですね。今回の戦闘は武器での攻撃といろんな効果がある技で術式と呼ばれる技で使えるんですけども、術式を使うために敵から血を奪ってその血をストックしておかないといけないという。無理はすんなよ。なんかいるな。敵か？敵じゃないな。これなんだ？何が出てくる？お、噂のハンターだな。ちょうどいいところに来てくれた。バイク職人。はい。俺はマグメルで術式工学の研究をやってる。今はとあるバイク、この遺跡に眠ってる術式で古い動力を復活させられないか調べてる最中だったんだが、中に妙な連中がうろついててな。バレンティンの言ってた賊だろう。いるって中に。見つかる前に慌てて引き返してきたんだけど、この無茶を承知で頼みたい。賊どもを片付けてくれないか。マジかちょっと行ってみますか。行かないといけないわけですね。
じゃあまずちょっとここでちょっとセーブ飯でも作るかコインをつけときます。休んでていいぞ、しっかりとセーブポイントつけて、遺でですね跡の中に行きます。でさっきちょっとサメさんには、はいアクションを触ってもらったんですけど、今回探索するにあたって少し武器とかも追加してみたので、おお、せっかくなので新しい武器を全力だ使ってもらえればなと。今使ってるのは勝手剣だけど、お、双剣と銃剣。これめっちゃ気になる。これどうやって使うんだ？銃剣ちょっとそいつは遠距離なのでちょっとロック一回外していただいて、はい。どっちに双剣。敵のロックちょっと外してもらあっ、ロックを外してて、でちょっと他の近くに敵がいると思うので戦ってみましょうか。いるかな。ここら辺にいるって話ですか？あ、奥にいましたね今。壁際にいまあ、あれだ。これで。でロックしていただいて、銃剣どうやって撃つ？体が軽銃いぜ剣はですね、あ、撃てた。うわ、すげえ。今の術式の攻撃ですね。はい。突き撃ちました。はい、逆攻撃でついている刃先による近接攻撃と、強攻撃で銃撃を行うことが。強攻撃はじゃあ強だからこれだ。あ、撃てる。お、いいですね。すごっ。これは弾薬は25発有限だ。はい、なんでちょっと大事に使っておきましょうか。実際強かったちょっと強かったわ銃剣。やっぱ近距離まで行かないで戦闘を済ませられるっていうのは強い。で今僕はスキルを結構使っちゃったんで、こいつからスキルポイントを吸ってから中に行きたいということで、全力だ避けてからよく見て隠れてる。うわくそ、うわくそ。タイミング読んで避けて、あーむずい。銃剣は銃剣で難しいな。コツがいるな。この位置で敵も避けてくる。撃つのにスタミナがいるんですね。そうですね。攻撃や回避とかに全てスタミナついてるので。うわー、死んじゃったー。復活するんですよね。で今回倒れた無事が体力を回復させて見せくれるてやろうぜ。ので、何回かは今あれでノアを憑依した状態になってるんですよね。なるほど倒せばな。あそこに一つ。これなんだ？弓。こいつは弓ゲットした。吸血鬼エイなる。これはよりスペシャルなそれは遠距離から狙撃ができるへー強力な術式だ。使うときはイコルの残量に気をつけろよ。はい、なので伝承術式という項目があると思うんですけど、これですね。はい、やはり強力な技ですね。これをセットしておくとどうやって放つことができるんですか？それは RT ですね。 LT だ、こっちか。 LT、はい、LT です。これって有限ですか？それは技と同じく血を消費します。血を表じゃあちょっと打ってみていいですか？試しに。はい、ぜひ。打ってみます。今手に入れたのはこの弓のタイプの伝承術式ですね。はい今狙ってますので引いて、貯められるんだ。打ちます。ドン。ヘイズが溜まったみたいだな。おお一撃。一発？強っ。すっきり晴れたな。今俺血何本消費しました。でも1か言うて。全然たくさん使って良さそこれは結構強力な術式なので、吸血しながら攻略に使っていってもらえればと思う。いる。いますね。ターゲットして。体が軽いぜ。避けたらヒット。なんかシールドがあるなこいつ。この敵はねガードする敵なので後ろに回り込んだり、あとは今憑依しているノアを召喚するとそうか、後ろから攻撃してくれるのか。ターゲットが分かれるので。ノア行け。来ましたね。本当だ。じゃあ俺はこの間にノア強すぎる。やることない。お前強すぎだろ。
どんどん行きましょう。やばくなったら言えよ。あいつが出てきたらのを召喚するわ。ちょっと銃剣以外にも見せてみていいですか？どうぞどうぞ。僕さっき教えてもらった時お前のに実力双剣がお気に入りだったんですよ。であともう一つですね、はいちょっと一回戻ってもらうんですか、はい敵がいるので。であ来た。来た。ちょっとその敵倒して全力だ。 OK です。ターゲットしてまずは離れた。離れてた。はい。でちょっと一回ターゲット外してもらって、でですね実はジェイルも新しい種類のやつを今回追加しております。マジですか？はい、ちょっとまたメニュー開いていただいてジェイルのところですね。あ、たく先ほどさんある。の爪のオーガ、これは前作から出てたんですけど、はい。今作からの新しい吸血アクションとしてこのバットとリーパーはい。追加してますので、はいこれもちょっとぜひ使ってみてもどらいたいなと思います。っちがおすすめですか？おすすめはバットですかね。バットじゃあはいバットちょっとやってちょっと今回吸血してみます。あそこに敵がいるんで戦闘してみ体がます。軽いぜ。やばい遠距離敵がいる。あっちから先に行きたいけどな。うわどうしようこれ。ちょっと待ってよ。これ銃剣とかで、あと弓とかでやるっていいかもしれないです。そうですね。やばいずっと気づかれてる。そうか状況によって使う武器を変えて俺がタゲするのは違うそっちじゃない違うそっちじゃないなんだ俺の当たんないんだ。届かない。届いてないのかな。痛いリロード全力だ。リロードリロード油断すんな。落ちちゃダメなのか。なるほどね。はい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 。腹減ってないか。どこまで戻ってきた？あっちか遺跡。ちょっと気を取り直して。ちょっとやらせてください。ちょっと俺の得意武器。前作同様倒れてしまうとそこで獲得した経験値を落としてしまういやので、そうですよね。その回収も目指していただければと思います。いや結構隙があるな。体が軽いぜ。でこれであ遠距離なんだ。そうですね。これちょっとバットっていう吸血アクションは中距離から吸血できる吸血攻撃で、へ飛んでいく槍みたいなのが敵に当たるとそこから敵に細かいコウモリが一定時間まとわりついて常に吸収してくれるってという性いうこ能を持ってます。とはこれにしていいですね。遠距離プレー。でこれでこうして振ってもらってでこう引き打ちしながらおおこういうこともできるんですね。そうですね。全力だ。ああ爆発にもなるからいいな。間違えた。続けてる続けてる。多いですね。はい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 。一応さっきちょっとピンクっぽい光があった敵倒したと思うんですけど、ありましたねあれ倒すとですねこのミニマップ右上にあるマップが開放されてですね、地形の把握ができるようになります。銃剣で遠くから撃ったやつですよね。そうですねそうですね。こういう敵は安全に途中で手に入れた弓で退治する。退治する。はい2周目になるとやっぱりねこうやって変わっていきますよね。でここにはでちょうどあそこがさっき俺の経験値が光ってる死んだところですね。
あ、いいですね。あ、いいですね。もう体が軽いぜ。お、こっちの方が射程が若干長い。よっしゃ。ほい。よーし。それでこれを触ると回収できたね。ナイス。こういう時も遠距離ばっかりやってると練習にならなくて、練習してるからやばい。今のなんだ？遠距離って言ったか。ナイフなんですね。ああ、近すぎるんだ今の。なるほどね。しょうがねまあ近距離の吸血と違ってちょっとそうですね、発動が遅かったりするので、離れてから吸血してからはいはいはい。先ほどから倒れた時にバディがいわゆる蘇生してくれているこのシステムが入ってるんですけれども、一度その蘇生を受けると一定時間バディがいなくなってしまうので。確かにバディがいなくなるとあれですよね、自分の精度が下がるんですそうですね、憑依もできなくなってしまうので、そこはやっぱり一人の力で耐え抜かなきゃいけない時間になるので。落ちちゃうとまたやり直しなんで気をつけていきましょう。これ純度合ってるかなあ、またボクサルなんかありますね。盾だ。今も盾装備してますよね。これ今の時点でほら盾装備できるんですけど、ただこれを変えられる。別に何もついてねえぞ。へこれは性能的にはどうですか？そうですね、最初の盾が、若干軽めの盾になっているので、堅牢値とガード性能両方上がる盾になってますね。なんかあれなんですよ、僕盾使わなかったのが、結局こっちの盾って一度防御してもちょっと食らうんですよ。でもこれ見た感じ無効化してくれるんで、多分ちゃんとガード成功したらダメージをもう食らわない。これですか。いいですね。行きましょう。それで。どこにできるんだ？こっち違うか。こっちは多分来た方向だな。そこから先はボスエリアに行ってしまうので、ちょっとじゃあ戻ってその石碑には触れておけよ。何があるかわからねえからな。その左側足がかりがあるに越したことはない。全力だ。ちゃんと下がって、これで溜めて、それでは基本操作が分かったところで、スタミさんにはコードベイン2の醍醐味でもあるボス戦に挑戦していただこうと思います。はい。意気込みをお願いします。これはどうですか？いけると思いますか？いや、スタミさんならいけるんじゃないかなと。ああ、なるほど。まあまあ強いですよ。そりゃそうですよね。飯塚さんそう言ってますけど、まあまあなボスですよ。ちょっと待ってくださいね。これはもういろいろ操作を触ってきて、自分のスタイルっていうのがなんとなく確立されてきたんで、一旦僕双剣でいってみます。で双剣でやりつつ、ジェイルはバットで、こっちのオーガは近距離の代わりにやっぱりリスクが発生するんで、バットで遠距離からちょっとちまちま吸っていこうかなと思います。双剣っていうことであれば、ちょっとじゃあ一つだけ、はい、今回ボス戦挑むにあたって一つ、はい、またスキルを追加させていただいたので、ちょっとじゃあなるほど、はい、スキルが追加されている。追加しました。R ボタンプラス Y で発動するスキルなんですけど、
これめっちゃ使いそう。バックしてからこれめっちゃ突進する。使いそう。待ってもう一個追加されてるな。なんだろうこれ。これなんだ。あ、でもう一つ追加させてください。これは遠距離から攻撃するスキルですね。はい、これを2つ追加したので。わかりました。それも駆使しながら、はい。いやこれ一回バックしてからの切り先めっちゃ使いそうだな。これはね、ちょっと敵の動きを見て。はい、頑張ります。でちょっとボス戦いきます。お願いします。よし行こう。まずは食べて待って危ねえ。ちょっと待ってよ。まずちょっと待ってね。なるほどね。ちょっと待ってくれ。大丈夫、まだ蘇生します。まずはね、ちょっとよく見ていきましょう。突進して。あ、いいですね。ノアを出して、ちょっと様子を。今チャンスですよ。ああ、そういうのもあるんだ。なるほどね。まだいけますよ。ただ今ノアがいないので、俺にそうだね。ここで倒れたらまずい。いいですね。うわー、そんなに詰めてくるんだ。めっちゃ詰めてくるな。ノアのおかげで削れてる。痛い。そんなもんか。体が軽いぜ。ああ、これこっち範囲攻撃なんだ。いや、スキルも出ない。あ、その距離なんだ。これなんだ。これは滑血状態といってプレイヤーだけを狙うようになります。3発だ。蘇生はしましたが、しばらくのは帰ってこない。ないこれ。覚えよう。おお、素晴らしい。ああ、トーンなんだ。いや、これはおもろい。オッケー。今のでちょっとでも今の読めてきたんじゃないですかね。結構疲れました。オッケー。いきます。吸血も忘れないように。で、初手来るから。オッケー。そうですね。インプット完了。いきます。まずロックオンを。2発の場合もあるんだ。まずは4つやる。よくない？ 3 発目。それがトントントンなんだ。さっきよりはちゃんと削れてるんでいいです。いや、むずいな、このタイミングが。見せてやれよ。まだまだ。今ノアが吸血したんですけど、その吸血した血はプレイヤー側にも少し帰ってきてくれるんで、お、いいですね。どんどん使っていきましょう。あー、ちょっと近く来たか。これ近いんだ。しょうがねえ。これ吸血してたい。いいですね。3が無理。3
がつかめない。いい調子だ。せやそんなもんか。油断すんな。今ちょっと変えましょう。なんかやり的は耐える。全力だ。そうだ。蹴散らす。いいですね。そうだ。そうだ。おお。まだまだ。単発に来てから俺来ない。来ないな、3発目。3発目来ないな。いや惜しいやられたー。見えてきてるけどな。もうちょいやらして、もうちょいやらして。いやでももう掴めてきてる。掴めてきてますね。トーントーントーンまで行ってるんで、あともう一個3発目が来ない時に攻撃する手段が欲しい。確かに覚えたそばから3発目のやつ来なくなりましたもんね。そんなことある。ドーンドーンなんだよ。ドーンドーンなんだ。1、2、3、オッケー。熱くなってきたぜ。体が多分避けてバック。お、うまい。おお、うまい。痛い痛い。ああ、一発目じゃないとダメなんだ。そうですね。いい調子だ。そうだ。せや。ほら。おお、だいぶ使いこなしてますよ。よかった。見せてやる。ああ、それがあるんだ。いやー、むずい。そのパターンわからんて。せや。全力だ。まだまだ。そうだ。油断すんな。今ちょっと危ないですよ。ノアが。熱くなってきたぜ。ああ、こっちにだけど。せや。おっと。よっしゃ。ああ、それラグとかもある。いい調子だ。さあ行きましょうか、頑張って。行きましょう。はい。携帯がね変わってるんで、また新しい攻撃も増えてるんで。ああ、1、3、4になってるんだ。ジャンプか、ジャンプか。あ、石膏してる。そうですね。石トラ能力があるので。なるほど。これ何。ああ、あれがね、自信がもうダメだ。熱くなってきたぜ。油断すんな。
もうちょっとです。危ねダメだ。待ってくれ。やばい、辛い。そろそろ厳しくなってきた。惜しい。まだまだプレイしたいとは思いますが、今日はここまでということで、悔しいマジで。もうぜひね、ボス撃破は皆さん製品版でお楽しみください。どうですか、プレイしてみて。いやもう実際ね、自分の作ったキャラクターでこれね、熱がめっちゃありますね。実際超悔しいし、自分が作ったキャラクターもそうだけど、やっぱバディも勝たしてあげたい、バディの物語だからちょっとバディも勝たしてあげたいっていう気持ちが相まって、ちょっと俺もっとやりたかったんだけど止められちゃったからいや、やりたかったなんかこの短時間でも自分のプレイスタイルが見つかって、なんか僕は双剣とバットが好きだったんで、多分みんなやってみたらみんなのプレイスタイルが絶対見つかるんで、このなんだろう、このゲームの良さだと思います。なんか10人とる絶対自分のプレイスタイル見つかるんで、ちょっとみんなのプレイスタイルを見つけてほしい。はい、俺の最適化より絶対いいものがあるんでもっと、じゃあ第1回目俺が突破したの何戦でした？3戦目で突破3戦目ですかね。いや3戦目までにまず皆さん突破してみてください。第1回目のボスですよね。はい、いや俺と勝負だ最適化見つけてみてください。ありがとうございます。さあ、ここからは商品紹介をしていきます。飯塚 P、お願いします。コードメイン2は2026年1月29日にプレイステーション5、Xbox シリーズ XS にて販売いたします。Steam 版は、翌30日に販売開始いたします。パッケージ版早期購入特典、ダウンロード版予約特典として特別な双剣とフェイスペイントがセットになったダウンロードコンテンツが手に入ります。そしてコードメイン2を楽しみにしてくれている皆さんに向けてパッケージ版とダウンロード版ともにですね、豪華版を用意いたしました。でまずはダウンロード版の紹介です。まずはアルティメットエディションですね。こちらは本編に加えて4つの追加コンテンツがセットになっています。アルティメットエディションのうち2つの追加コンテンツがセットになったデラックスエディション、こちらも用意しておりますので、皆さんお好きな方を購入していただければと思います。で続いてパッケージ版ではですね、3種類限定版を用意いたしました。まずはこちらの超特装版。こちらの超特装版ですね、このルーのフィギュアをはじめとした盛りだくさんの内容になっております。来ましたよ。うわすんげえなマジで。先ほど紹介させていただいたルーマグメルのフィギュアになっておりますが、この足の金色の造形や手にしている武器とか、はい、アートディレクターの本当にしっかりとした監修をもとに、はい、進めさせていただいておりますので、こだわって作りましたので、皆さんぜひ予約してください。はい、そしてさらにですね、超特装版のみの、特典としてオリジナルキャラファインフォリオ、こちらをつけております。はい、こちらもですね、アートディレクター板倉による書き下ろしのイラストをじっくりと楽しめる豪華アイテムですので、こちらもぜひチェックしてください。はい、そしてアートブックにもですね、コンセプトアートやキャラクターの設定イラストに加えて、書き下ろしのイラストも掲載してますので、こちらも楽しみにお待ちください。そしてこの超特装版ですけれども、先ほどご紹介したダウンロード版のアルティメットエディションと同じ追加コンテンツも含まれておりますので、もうこれだけでコードメイン2を存分に楽しむことができます。そしてパッケージ版の方はですね、超特装版の他にも、2つの限定版を用意しております。はい、こちらのフィギュア付き限定版と、そして通常の限定版ですね。はい、こちらもご用意しておりますので、皆さんそれぞれ、好みになったものをご購入いただければと思います。またですね、今回ですね、こちらのアイテムのみの販売も、予定してますので、パッケージ版ではなくダウンロード版を購入したいなという方もですね、こちらのグッズ気に入っていただいたらですね、ぜひ個別で買っていただければと思います。はい、詳細はですね、コードメイン公式サイトの方をご確認いただければと思います。さあ、そして最後に9月25日より行われる TGS に関する関連情報について飯塚さんお願いします。はい、東京ゲームショウ2025バンダイナムコエンターテインメントブースにて、コードメイン2が出展いたします。うわー来たー。
TGS 用に制作した映像やキャラクターアートの展示などをご用意しております。続いてスタンミさんを扮するバレンティンなど、当日お披露目になるということで、こちらも楽しみですね。ちょっと実際ゲームをプレイした身として、さらに楽しみ度合いが増したんで、でもやっぱりそれでプレッシャーが増しましたね。あれだけかっこいいキャラクターなんで確かに世界観もあるから、表情とかも含めてね、ちょっと研究してちょっと間違いないコスプレ持ってこようと思います。待っていてください。僕らもすごく楽しみにしてるんで、いやもう待っていてください。100点見せます俺。素晴らしい。頑張りますね。続いてキャンペーンの紹介になります。本作を予約していただいた方が参加できるキャンペーンも、当日東京ゲームショウのブースの中で実施いたします。参加いただいた方全員にですね、必ずノベリティがゲットできるキャンペーンですので、ぜひご参加ください。幕張メッセホール6のバンダイナムコエンターテインメントブースにて皆さんのご来場をお待ちしております。お待ちしておりますよ。来てください。またバンダイナムコエンターテインメントの遊びストア出張所にて、コードベインシリーズのグッズ販売が決定いたしました。これはシリーズです。今回ですね、こちらにてランダムアクリルスタンド全8種を先行販売いたします。いるんじゃない？いるわ。いる。います。で前作コードベインからはイオ、ルイ、ミヤ、ヤクモの4キャラクターで、今作コードベイン2からはルー、バレンティン、ノアが登場いたしますので、皆さんこちらもぜひチェックしてください。またこちらの商品はですね、同日より遊びストアの方でも受注販売いたします。詳細は遊びストア特設サイトでご確認ください。そしてさらにですね、もうすぐコードベイン6周年なんですけれども、今年もですね6周年を記念したイラストをご用意しております。これ毎年ね、記念イラストっていうのをやらせていただいたんですけれども、6周年もあるということですね。で今年はですね、前作コードベインとコードベイン2のキャラクターが描かれたイラストを、小林くるみさんに制作いただいております。とても素敵なイラストになってますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。ちょっといつもより気合い入ってますね、今回。6周年ですし、コードベイン2発売ということで気合いを入れて制作してます。そしてなんとこちらのイラストを使用したキャラファイングラフの発売が決定しました。欲しい。こちらもですね9月26日より遊びストアにて、受注予約を開始いたしますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてこの同日よりですね、東京ゲームショウの遊びストア出張所にて、見本の展示も行いますので、ゲームショウにお越しの方はですね、ぜひ遊びストア出張所の方にも足を運んでみていただけると嬉しいなと思います。でイラストの公開は9月26日を予定していますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして最後にですね、東京ゲームショウ以外の情報にはなりますが、9月24日よりですね、各種音楽配信サービスにて、コードベイン2のメインテーマが配信中です。前作からおなじみの椎名剛さん作曲による楽曲になりますので、皆さんぜひ聴いてみてください。さあいろいろ情報が怒涛で出てきましたけれど、スタミさんいかがですか？あまりにも盛りだくさんですね。そうですね。アクリルは僕もらえるんですか？もちろんでございます。やった嬉しい。いいな。それはもらえますよ、間違いなく。ちょっと楽しみにしてます。グッズもちょっとたくさん出るってことで。楽曲も配信されて、でも東京ゲームショウ来た方もこれ盛りだくさんバンダイナムコエリアに全て詰まってるというわけですよね。ぜひ皆さん来て楽しんでもらえればと思います。バイクも気になりますしね。そうですね。フォトブース楽しみ。はい。ぜひください。はい、ぜひ来てください。さあここまでお話ししてきましたが、残念ながらお別れのお時間となってまいりました。私一言いいですか？ゲーマーなのに見てるだけで一番辛かったです。確かに。でもこの思いをちょっと製品を買って自宅で楽しみたいと思います。では最後に皆様から本日の感想を伺えればと思います。飯塚さんいかがでしたか？はい、今日は皆さん長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。スタムさんも素敵なプレーありがとうございました。今回ですね東京ゲームショウに向けていろいろ情報を出させていただきましたけれども、今後もですねゲームの情報をどんどん出していければと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。続きまして吉村さんいかがでしたか？はい、もう一言で言うととても嬉しい
そんな時間でした。ずっと長い間仲間たちと作ってきたコンテンツをスターミンさんに触っていただいて、いろんなリアクションいただけて、でこれが次はお客さんにいろいろ広がっていくってことを想像して、一人ですねすごくニヤニヤしながら過ごさせていただきました。東京ゲームショウではいろいろなお客様にですねより濃い情報というかそういったものをお伝えできるということで、とても楽しみですし、この日を迎えられたのが本当いろんな方に感謝の気持ちと、あとは何よりお客様への感謝の気持ちが強いです。全身全霊を込めてですね作ってきてますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして最後にスタミさん、いかがでしたか？いやもう今日はこの場でさっき聞いたんですけども、開発陣以外でいうと僕が初プレイということで、いや本当にこんな豪華なことはないという話ですよ。ゲームもやらせてもらい、 TGS でコスプレもさせてもらい、ありがとうございます。で今日はもう飯塚さんと吉村さんの熱量を聞いて、キャラクターの設定だったりをもう一から全部聞いて、なんか TGS がさらに楽しみになったし、実際にこのゲームを買ってプレイするのが僕もすごく楽しみになりました。で実際にプレイしてみて、なんかやっぱこういうゲームのいいところって悔しいもうね、俺さっき止められたのが悔しくて悔しくてもう今すぐにでもあのゲームがすぐやりたい、そんな気持ちにさせられました。ちょっと発売日が楽しみです。今日は呼んでくださりありがとうございました。ありがとうございます。 TGS によろしくお願いします。会いに来てください。さあそれでは皆様、本日はコードベイン 2TGS2025 特別配信番組ご覧いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆さんと TGS でお会いできるのを楽しみにしております。それでは最後にカメラに手を振ってお別れしていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。ありがとうございましありがとうございたます。